どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回アップした60センチクリプトコリネオンリー水槽の動画を見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひそちらから見てやってください。思いのほか立ち上げたら自分のお気に入り水槽になりつつあるクリプト水槽なんですが、輪の立ち上げ初期3週間を乗り越え、経過は順調です。やはりバクテリアが定着している露材を使ったのが良かったのかもしれませんね。それでも苔は若干生えてきているんで、こまめな換水をしつつ状態を見ていければと思います。今回はそんな順調かに思われたクリプト水槽に最大最悪の問題が発生したので、その報告をしていきます。果たしてこの水槽はどうなってしまうのでしょうか。というわけで、前回の3週間が経過した状態からさらに1週間経過した水槽の状態がこちら。ほぼほぼ注水から1ヶ月経過していますが、今のところ目立った問題点は見受けられません。一応経過報告のためにこまめに撮影はしていますが、正直ここら辺は気が緩みきってて、撮影する必要あるかとまで思ってました。そんな風に思っていられる時が幸せだということも知らずに。近くで見るとこんな感じ。やはり一番前傾に植栽しているクリプトコリネパルバは全く動いてませんね。成長もすごく遅いらしいので1カップじゃ足りない気がしてきました。前回の動画で気になっていた苔に関してはヤマトヌマエビのおかげかだいぶ気にならなくなってきました。奥側のクリプトに関しても特に変わりはなく、一番奥のテーブ状のクリプトたちも順調です。左側のウェンティグリーンや隣のクリプトも問題はないんですが、なんか糸状の塊のような苔が一瞬映りました。これは水流の関係なのか、右側に比べて左側の方が苔がつきやすい印象があります。ここに関しては正直パイプの位置を変えるか、排水パイプを変えるかでしか対処ができないので、とりあえず様子見。上から見るとこんな感じ。前回の動画でも言いましたが、やっぱり上から見るのがすごく綺麗ですね。クリプトの特徴的な葉脈に沿った符のような模様がしっかり見えて美しい。ちなみに正面からの映像を植栽初日と比較して分かったんですが、一番奥のクリプトコリネシバダサニーがすごく伸びてます。他のクリプトは成長してるのかしてないのか分からないレベルなんで、他の種類に比べて初動が早い印象がありますね。そこから3日後の注水1ヶ月目に水質検査を行いました。結果はそこまで水質に異常はありませんでした。亜硝酸は未検出、硝酸塩に関しては 5mg 毎リットル、アンモニアに関しては 0.25mg 毎リットルといったところでしょうか。亜硝酸が未検出でアンモニアと硝酸塩が検出されているということは、しっかりろ過が出来上がりつつある状態ということがわかりますね。ろ過がまだ成立していない場合は、硝酸塩が検出されることはないので、アンモニア、亜硝酸、硝酸塩のサイクルは完成していると思います。ただ、まだアンモニアが若干検出されているので、バクテリアの総量が立ち上げ初期のアンモニア量に対応しきれていないのかもしれません。もう少しすればどれも安全圏内に入ってくると思います。正直今まで全く水質検査をしていなかったので、この検査結果を見て結構ホッとしました。組織培養水草は導入直後のアンモニアによって溶けやすく、それが溶ける水草の代名詞であるクリプトコリネならなおさらのことで、やはりバクテリアが定着した露材を使ったのは間違ってなかったと思いました。そんなほっと一息ついたちょうど立ち上げから1ヶ月の水質検査後4日目に悲劇は訪れます。遠目から見ると全くその問題に気づかないんですが、よく見てみるとこのようにクリプトコリネが溶け始めました。流木周辺のクリプトが流木を中心に溶け始めており、中でも一番顕著なのはクリプトコリネウェンティグリーンです。どこから溶け始めたのかはわかりませんが、個人的にはこのウェンティグリーンが怪しい気がします。クリプトの溶けは溶けたクリプトに触れているものから伝播すると聞いたことがあるので、おそらくウェンティグリーンの葉が触れたクリプトから
徐々に数珠つなぎのように侵食されていったんだと思います。特にひどいのがウェンティグリーンの右側なので、そこから感染していったのではないでしょうか。正直油断してたのもありますが、ここまで急に溶け始めると思っておらず、唖然としてしまいました。今まで順調に成長していたので、マジで原因がわかりません。この時のショックは今でも覚えているんですが、なんで1ヶ月経ってから溶けるんだよと真っ先に思いましたね。溶けるならさっさと溶けて新しく環境に適した葉を出してくれた方がマシです。立ち上げ1ヶ月でいきなり溶けてまた振り出しに戻るとか最悪も最悪ですからね。とりあえずこのまま放置しておくと全てのクリプトが溶けかねないので、溶けている葉を地道にプロホースで吸い取っていきます。ご覧のように吸うだけでボロボロ取れていくので、水ごと吸うしかないんですよね。本当は一度に大量灌水したくはないんですが、そんなことは言ってられません。まずは溶けを食い止めることが先決です。この溶けた葉の吸い出しはすごく大変で、全部回収したと思っても葉と葉の間の底章に細かく砕けた葉が残ってるんですよね。これも他のクリプトの溶けを助長させると思うので、できるだけ取るように心がけました。ただこうやって底章をいじくっていると、沈殿していた溶けた葉が舞い上がるので収集がつきません。溶けの元凶であると思われるウェンティグリーンをあらかた掃除し終えたら、続いては右側の流木周辺の溶けた葉を回収していきます。せっかく1ヶ月かけて育てた水草が一晩でこんな風に溶けるのは本当に悲しいですね。根っこさえ残っていればまた復活してくれることは分かっているんですが、成長が遅い陰性水草の1ヶ月分の成長がリセットされるのはやはりきつい。というか、このまま新しく葉が出る保証もないですしね。やはり組織培養だからちょっとした環境変化についていけなかったんでしょうか。ちなみに左側のクリプトは全く問題なく、右側のクリプトに関しても流木に近いところだけが溶けているので全滅は免れていますが、やや右奥に植栽していた ADA のクリプトコリネアクセルロディはこの時に完全消失しました。本当に最悪です。そんな感じで懸命な溶け食い止め作業を行っていったんですが、気づけば水槽の水が丸々入れ替わるくらい水替えをしていました。それだけ回収に手間取ったんですが、急な全冠水で他のクリプトにまで影響がないかが心配です。ただそのまま放置しているともっと最悪なことになっていたと思うので、この冠水は仕方ないです。この冠水の影響で溶ける可能性は否定できませんが、すでに起こっている溶けに対処した方がリスクは低くなると考えました。とりあえず一段落したと思ったんですが、注意深く観察していると、流木周辺の奥や右側だけでなく、手前に植栽していたクリプトコリネウェンティブラウンも溶けていることに気づきました。この時はもうやめてくれよって思いましたね。だいぶこのウェンティブラウンも存在感が出てきたと思っていた矢先に、こんな風に葉が溶けているのを見ると普通にげんなりします。やはり溶けた葉が溶けを伝播しているのは確実なようです。溶けた葉は速やかに除去し、その溶けを拡大させないようにするのが成功法らしいので、愚直に作業を行います。こんな感じでウェンティブラウンはハサミで一枚一枚葉を目視で確認しつつ、根元が溶けていないか、葉の一部が溶けていないかを見ていきました。この溶けの厄介なところは、目立つ葉のところが溶けるだけでなく、根元から溶けが始まっているものもあることです。ぱっと見侵食されていないと思っても、こうやって少しつつくだけで取れる葉もあって、すべてを取り除くのは困難を極めます。というわけで順調に見えていたクリプトコリネオンリー水槽なんですが、1ヶ月を超えたタイミングで急速な溶けに見舞われています。本当この1ヶ月というのが絶妙で、安心しきったところに最悪の状況をもたらしたことに苛立ちが隠せないですね。先ほども触れましたが、溶けるならさっさと溶けてくれよと。なぜ根が張り出してこれから成長するぞって時に溶けるんだと。もしかしたらそうやってスイッチが入ってから溶けるのが当たり前なのかもしれませんが、それだとあまりにも意地悪すぎる。この溶けがこんな急速に伝播してしまったのは、
水草を大量購入して密度高く植えていたことも要因としてあると考えます。クリプト自体が隣接していなければまだ被害は抑えられていたのではないでしょうか。このまま放っておけばいくら水草が少なかったとしても、全てのクリプトが溶けるのは時間の問題だと思いますが、正直有形層のトリミングを怠って下葉が完全にダメになるということはめちゃくちゃ経験してますが、成長の遅い陰性水草を1ヶ月にしてここまでダメにしてしまうのは初めてでショックです。溶けはよくあることだから気にしない方がいいのかもしれませんが、やはり実際にこの大幅な溶けを見るときついですね。これからこの水槽はどうなっていくのでしょうか。今後のこの水槽の経過が気になる方はチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。